皆様こんにちは、セリナです。今回は1月24日発売、スック春カラーコレクションよりシグニチャーカラーアイズの新色14有効白と限定色144花こぼしを使ってそれぞれのアイシャドウの特徴を生かしつつパーソナルカラーを使いこなして似合わせるメイクパターンをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。前回の動画ではそれぞれのパレット1色ずつの単色塗りと全色を使ったメイクパターンをご紹介しましたが、他にもいろいろなメイクパターンを知りたいという方にはもちろん、より自分にこのパレットを似合わせやすくなるような自分の持っている特徴に似合いやすいメイクを知りたいという方に少しでも参考になれば嬉しいです。パレット1色ずつの単色塗りやこちらのコレクションで発売されている限定チークは前回の動画でご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録してレビュー動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは新色の14有効白です。こちらのパレットは深みのある落ち着いたカラーと大粒ラメの華やかさが特徴です。以前の動画ではこのパレットの深みとラメを前面に出したメイクをご紹介しました。そこで1つ目のメイクではこちらのパレットを使ってナチュラルなベージュトーンのメイクをご紹介していきます。このパレットの濃さを調整したいという方や明るくベーシックなメイクを楽しみたい時におすすめなので、ぜひお試ししてみてください。まず左上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。イエローベース、ブルーベース問わずに使いやすいナチュラルなベージュカラーをまずは全体に仕込んでいきます。パウダータイプですが、パールのツヤをしっかり感じられる質感がとても綺麗です。続いて右上のカラーを付属のチップの細い面に取って下まぶた全体にのせていきます。微細なラメがぎっしり詰まっているカラーですが、チップを使って塗るとそこまで派手な印象にはならずに自然に明るさを与えてくれます。続いて右下のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。こちらはかなり発色が良くて深みのある締め色のブラウンなので、しっかり目元を引き締めたいときは指塗りがおすすめですが、ブラシを使って軽い力でのせていくとこのくらい柔らかい印象にも調整することができます。最後に左下のカラーを付属のチップの細い面に取って上まぶたの黒目の中心部分に細くポイントでのせていきます。かなり大粒のラメを楽しめる華やかなカラーですが、チップで部分的に塗るとこんな感じで程よいアクセントになってくれて可愛いです。はい、1つ目のメイクはこんな感じで完成しました。全体的に深みがあるカラーが多くてコントラストがしっかりついたメイクに仕上がるパレットですが、ツヤカラーをベース全体に仕込んだり、締め色はブラシを使って塗ることでこのくらい柔らかい印象に仕上げることもできます。ベーシックなベージュトーンのメイクですが、赤みと黄みが程よくアクセントになっているところがスクらしいおしゃれ感も演出してくれます。ベーシックなカラーに少しこなれ感をプラスしたい時におすすめなメイクです。イエローベース、ブルーベース問わず明るく艶やかなカラーが得意な方におすすめなメイクです。16タイプのパーソナルカラーにおけるとブライトスプリングやブライトサマータイプの方に特に使いやすいと思います。引きで見るとこんな感じです。続いて2つ目はこのパレットの華やかさを前面に出したメイクをご紹介していきます。ツヤやラメの質感をしっかり楽しみたい時におすすめなので、ぜひお試ししてみてください。まず右上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらは微細なイエローゴールドのラメがぎっしり詰まっていて華やかですが上品に仕上がるカラーです。このカラーをベースに仕込むと目元がパッと明るくなります。続いて左下のカラーを指に取って
上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらにはホロのような大粒ラメが輝くので、ベースに仕込んでいる微細なラメと組み合わせると大小様々なラメのきらめきが楽しめて、とても華やかな目元になります。赤みの強いブラウンとイエローゴールドの組み合わせも可愛いです。最後に右下のカラーを付属のチップの細い目にとって、下まぶたのまつげの際全体にのせて、上まぶたの目尻3分の1にも細くライン状にのせていきます。はい、2パターン目のメイクはこんな感じで完成しました。2パターン目のメイクではこのパレットのラメカラーを重ねて、大小様々なラメを組み合わせて華やかな目元に仕上げてみました。左下のカラーのホロのような大粒ラメがアクセントになっていてとても可愛いです。鮮やかで華やかな印象に仕上げたい時にとてもおすすめなメイクです。パーソナルカラーに分けると、黄みや鮮やかさ、程よい深みが得意なイエベ秋の中のストロングオータムタイプの方や、ブルベ冬の中のビビッドウィンタータイプの方がブラウン系のメイクを楽しみたい時におすすめです。引きで見るとこんな感じです。続いて限定色の144花こぼしです。こちらのパレットは深みの中に鮮やかさを感じられるところが特徴です。前回の動画ではこのパレットの深みと鮮やかさ、青みを前面に出したメイクをご紹介しました。そこで1つ目のメイクではこのパレットの中の黄みのニュアンスを前面に出したメイクをご紹介していきます。温かみのある大人っぽいメイクに仕上げたい時におすすめなので、ぜひお試ししてみてください。まず左上のカラーを指にとって、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。このパレットの中で一番黄みが強いカラーなので、今回はこちらをメインに使っていきます。こちらにも贅沢なパールのツヤが入っていてとても可愛いです。オレンジカラーですが、角度によってピンクのニュアンスも感じられるところがおしゃれなポイントです。続いて左下のカラーを指にとって、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。かなり赤みの強いカラーですが、中にゴールドのラメが入っていたり、意外と青みのニュアンスに寄りすぎないところがとても使いやすいカラーです。この2色を組み合わせると程よく深みが出てとても可愛いです。最後に右下のカラーを付属のチップの細い面にとって、下まぶたのまつげの際にのせていきます。下まぶたには深みのレッドカラーを刺していきます。はい、1つ目のメイクはこんな感じで完成しました。青みのカラーが多くセットされているパレットですが、左上のオレンジベージュをメインに使うと、このくらい温かみを感じるメイクに仕上げることもできます。左下もかなり青みが強いカラーに感じやすいですが、ベースがブラウン系なのと、ゴールドのラメも輝くので、オレンジカラーとの相性も抜群です。温かみと深みを感じる大人っぽいメイクに仕上げたい時にとてもおすすめです。パーソナルカラーに分けると、温かみと深みが得意なイエベ秋の中のストロングオータムタイプの方や、ブルベ冬の中のビビッドウィンタータイプの方が少し温かみをプラスしたい時のメイクにおすすめです。引きで見るとこんな感じです。続いて2つ目は、このパレットを使った透明感抜群のピンクメイクをご紹介していきます。明るく透明感のあるメイクを楽しみたい時におすすめなので、ぜひお試ししてみてください。まず右下のカラーをアディクションのアイシャドウブラシ B01 にとって、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらはかなり発色が良くて深みもある締め色ですが、毛足の長いブラシを使うとこのくらい柔らかく発色させることもできます。
透明感メイクにぴったりなカラーなので、まずはこちらを全体に塗って仕込んでいきます。続いて右上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体に重ねていきます。このカラーはこんな感じで、ベースに深みのあるカラーを仕込んでおくと、ピンクに光る変更感がより分かりやすくて可愛いです。最後に左下のカラーを付属のチップの細い面に取って、上まぶたの目尻3分の1と下まぶた全体にのせていきます。チップで塗ると中に入っているブルーのラメが際立ってとても可愛いです。はい、こんな感じで2パターン目のメイクが完成しました。2パターン目のメイクではこちらのパレットの青みカラーを使って透明感抜群のメイクに仕上げてみました。ベースにあえて高発色な締め色を仕込むことで、上から重ねた変更カラーの幻想的な雰囲気をしっかり楽しめるようにしました。左下のカラーはチップを使って塗るとブルーのラメが際立つので、こちらも透明感をプラスしてくれるアクセントになっています。幻想的な雰囲気の透明感メイクを楽しみたい時におすすめです。パーソナルカラーに分けると、青みと明るさが得意なブルベ夏の中のブライトサマーや、澄んだカラーが得意なブルベ冬の中のクリアウィンタータイプにおすすめです。木で見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで、スックの春コレクションで発売されているアイシャドウを使ったメイクパターンをご紹介していきました。今回のパレットは見た目の印象だとワントーンに揃っているなと感じましたが、やはりスックのアイシャドウは黄身と青みのカラーがバランスよく配置されているので、一つのパレットでいろいろなメイクパターンが楽しめるなと思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。